日本史和田合戦に和田義盛と北条義時は泉近平の乱といういささか奇妙な謀反劇をきっかけに和田合戦へと突入していく。和田合戦がどのように始まったのかを詳しく見ていこう。1213年建暦3年2月、下総の国守護職の千葉成胤が突然に安念という僧侶を捕らえて北条義時の前に突き出した。取り調べで安念は信濃源氏の流れを汲む泉近平という人物が源頼家の維持千住丸を擁して謀反を企んでいると白状した。計画では北条義時を暗殺して実朝を排して千住丸を将軍にしようとしていることが明るみに出た。安念は千葉成胤を仲間に引き入れようとして訪れたために捕獲されたのである。執権の義時はすぐに事件を調べさせたが、300人以上が関与していることが判明して捕獲された。そして逮捕者の中には和田義盛の子息で四男義直と五男義重、さらに甥の和田胤長の3人が含まれていた。千葉成胤はかつて謀殺された上総広常の領地を和田義盛と二分した千葉常胤の孫である。そして上総の領地をめぐって新参の和田氏と古豪の千葉氏は常日頃から敬遠の中となっていた。その和田氏が関与する企てに勧誘する使者が千葉氏を訪問するというのも何か不自然である。謀略を事前に知った義時が千葉氏と結託して一芝居打ったとも考えられるのである。この事件の不可解な点は、首謀者である泉近平は発覚後すぐに逐電して姿をくらましていることである。さらに担ぎ上げられた千住丸は北条政子に命を助けられ、京都で出家させられている。ただしこの千住丸は和田氏が滅んだ後に再び和田氏の残党に担ぎ上げられて幕府の兵士に包囲されてたった14歳で自害するのである。それはともかく事件が発覚すると上総にいた和田義盛は鎌倉の御所に参上して将軍源実朝に面会している。義盛はこの事件に関与したとされる3人を懸命に弁護した。すると実朝は義盛の過去の功績に免じて許すとしていとも簡単に子息の義直と義重を釈放している。義時にしてみればせっかく捕らえた謀反人をおめおめと逃したため腹渡が煮えくり返る思いであったに違いない。実朝は泉近平の乱を反幕府の企てとは考えず、あくまでも反義時、反北条の使徒だと見たのである。これに味を占めた義盛は、翌日には和田一族98名を引き連れて再び御所を訪れ、甥胤長の赦免を申し出ている。ところがこの日、実朝は現れず、大江の広元が出て実朝の意向を伝えた。胤長は頼家の側近であったことから、この計画の中心人物であるため、
赦免できない旨が伝えられた。そして義時が登場すると、縄をかけられたままの和田胤長が義盛らの前に引き出されて、将軍の意向で胤長は陸奥へ配流されることが告げられる。義時はさらに、本来ならば胤長の屋敷は和田一族に引き渡されるところを義時所有としてしまった。この義時の度重なる挑発に和田義盛は激高してついに挙兵を決意したと言われている。和田一族が決起するとの噂が広まると、鎌倉中に不穏な空気が流れた。義盛の孫和田知盛は実朝が重用して和歌を共に立ちなむかけがえのない側近であった。ところが知盛は和田氏と北条氏の対立が深まると、実朝や義盛が静止したにもかかわらず若くして出家している。和田義盛は親類で本家筋の三浦義村にも協力を求めた。義村は起請文まで書いて義盛への加勢を約束した。実朝は義盛に挙兵を思いとどまるように何度も使者を送ったが、義盛の決意は固く、翻意させることはできなかった。そんな時に三浦義村は北条義時に和田義盛の作戦を密告したため、義時も戦の準備を整えるのである。それとは知らずに和田義盛は1213年建暦3年5月2日、鎌倉の和田の館に兵を集め、和田合戦がいよいよ始まるのである。